今日の話はね、見ないとうまくならないっていう話ですね。むしろ見て書くことに抵抗感がある人がやっぱり未だに多いんですね。僕はね、必ず見ながら書いてました。どんな時も見ながら書いたってその通りになんかなんないんですよ。なんで書けないかっていうと、インストールされてないからなんですよね。どういう形をしているのかということがですね、自分で分かってないものは書けないんですよ。自分に対して無駄な負荷を加えない、見ないで書くことによって鍛えられるセンスや感覚や創造性や個性があるはずだ。アホかですよ。やってみろよと。いきなり何も準備してなくて、何も与えられてなくていきなりできますかって話なんですよ。それ、学校の勉強もそうだし絵もそうなんですよ、ね。だったらまずちゃんとね、そのステップを踏もうよってことなんですよ。最初のステップが踏めるかなんですよ。例えばアニメを描くってなった時に、いきなり完成のですね、今ほら皆さんが見てるスパイファミリーだとかチェーンソーマンだとか、ああいうの見ながら描けって言われたけど、どうやって描いていいことやらみたいな。だからぜひ皆さんが最初に真似するべきは、プロの中でもですね、もうちょっと簡単な、例えばボールのバウンドであるとか、すっごい基本的な学生の自主アニメみたいなところから入った方がいいんですよね。いきなり完成のキラキラしたやつなんてその作れるわけないですよ。プロだってプロ一人でなかなか作れないです。集団作業でみんな作ってるんでね。なのでまず第一ステップどこからなんだろうっていうのをね、一番簡単な、しかも自分ができそうなところから始める、っていうのも結局ですね、見ながら書かなきゃねできないんですよ。例えばプロは見ないで書いてるじゃないかと、やっぱり今から見ないでその訓練するべきなんじゃないかというですね人が結構いるんですよね。いやプロは見ながら書いてます。キャラ表とか絵コンテとか。だからあれ別にアニメーターの創造性ゼロから書いてるわけじゃないんですよ。脚本があって絵コンテがあって、それをもとにレイアウトを書いて、さらにそれを、演出家作家さんとかね修正して、さらにそれをそこに動きをつけてみたいなねことをね、20、30、40にですね、それこそ他人が書いたものを下敷きにしながら書いてる。これ集団作業だからそうなんですけれど、しっかり見ながら書いた方が説得力あるじゃないですか。でそれがですね、自分が記憶できてなければ、はいあなたは A 書四角なしみたいなこれ厳しくないですか？何も見ちゃダメですって。これね、ほとんどですね、子供の頃のね、ほぼ洗脳ですね、思い込みですね。はい、子供の頃になんか見ながら書いたら怒られたというですね、アホみたいなですね経験。子供の頃なんか知らんけど見ながら書いたら怒られるんですよ。僕が小学校の美術教員だったら、カリキュラム全部無視していいって言うんだったら、百科事典シリーズみたいなので美術史みたいなものがね全部バーって説明されてるような本が出たんですよね。ひたすらそれの勉強それ見ながら書くっていう。でそういうのをひたすらやったらですよ、いろんな表現方法っていうのが昔からあるわけですよ。じゃあはい皆さん好きに書いてみようってなった時に、この好きにというのは何かというと、今まで学んだことの中から自分が特に好きとかやってみたい気に入ったものを選んでやってみましょうと。これが初めて個性なんですよね。要するにインストールされてる情報があって初めて自分が表現したいことっていうのが出てきて、その中から自分が特に好きなものを選んで、可愛いなとか面白いなとかね、いやもちろんその中に漫画やアニメイラストね、自分の好きなですね鬼滅の刃でもいいじゃないですか。なんでダメなの鬼滅の刃は。学校で書いちゃうなんかないっすかそういうの漫画のキャラを描いちゃダメですとか、自分の似顔絵の時間とかさ、漫画のキャラみたいに描いたら、なんとかくんの顔はそうなってるかなとか言っていいじゃんそれそれこそなんでその部分の個性はダメでみたいなね、それは個性的なんじゃないねとか言ってさじゃあどういうの描けばいいんですかみたいな、じゃあそのどういうの描けばいいのか教えてくださいみたいなね教えないんですよそれは。それは自分でやっぱり工夫して描いてみなきゃねとかよくわかんないですね。謎のゴール設定をされてですね、そこに向かって走れみたいな、よくわかんないなんかそういうとこないですからね。逆に言ったらね、いろんなものを自分で見ながら書く。でまず何を選んでるかね、自分の好きなアニメなのか、あるいはちょっと古めのアニメなのか漫画なのか、いろんなですね自分が書きたいなって思う素材をまず選ぶ。
この時点で実はかなりこれが個性なんですよ。選択こそ個性なんですよ。でさらにそれを皆さん好みが微妙に違うから微妙に混ざってんですよ、ね、完全にこれが好きっていうねいうよりはあれもこれもそれも好き、それが微妙に混ざっていますというその、配合具合がその人の個性なんですよ、ね、そもそもオリジナリティとか個性とか気にしないで一番自分が書きたいものを書くのがまず一番大事なことなんですよね。でそれで技術を習得していく。漢字もですね、文章のね仕組みもですね、何も教えなかったら子供ってどういう文章を書くかって言ったらですね、なんとかは楽しかったです、なんとかだと思いました、なんとかだと思いました、またなんとかしたいと思います。全く同じ文章を書くんですよ。あれ不思議ですよね。反応したように逆に没個性なんです。皆さん勝手に書いてみなって言われた時どうなるかっていうと困っちゃいますよね。困って隣の人のやつ見たりとか前に聞いたことあるようなやつをちょっと思い出したりして書くんですよ。そしたらですね、見事同じような没個性の文章だったり絵だったりが並ぶんですよ。逆なんですよ。自由に書いてみなっていうのはですね、自由っていう言葉の裏に隠された意味、お前の成長なんか知らないよっていうのが自由なんですよ、ね、好きにやりなって言うとなんかいいことのように聞こえませんか。あんたなんか知らないよなんですよ、ね、うまくなんないだろうけれどねっていうですねかなり残酷なですね自由というのはそういう面があるんですね。というか本来的に自由っていうのは、ある程度の能力があって初めて発揮されるものであって、能力を全く鍛えていない人に自由なんかそもそもないんですよ、ね。それがですね偽善ってやつなんですけれど、そういうものにですね子供の頃にやられちゃってんですね。最初に教わったことをですね人っていうのは本当のことって勘違いするんですよ。ただ最初にそれを学校に教わっちゃったせいで一生ですねずっとなんかねあれなんか 見るとダメなのかなみたいな、これね真面目な人ほどねそういう傾向にあります。